皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。新年に間違えて門松ではなく門達を飾ってしまったさやです。なんだ門立つ、門立っちゃったわ。立っちゃったんだ。ちょっとね、言葉の端々がということではい今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。ちょっともう見ないでみんな。なんでよ。ごめん、こ何れちょっと2026年多分一番面白くなっちゃったんだよねこれ。序盤すぎない。多分2026年もまだ2、3本目ぐらいの動画ですよ多分。よくもう本当に面白い。ちょっ嘘と見てほしい、見て。おお山椒魚。めっちゃよーって、めっちゃよーって。オタクじゃねえか。そう感動してで次これ、それではこちらをご覧くださいって。おお山椒魚。かっこおなの。あ、ちょっとかっこかっこ間違えです。かっこおなの。そうでこれはおっさんしよう魚っていう。無理があるだろこいつ。でこっちはお三塩魚。ここで隠し味三塩入れてくれるみたいな。でこれ音差しよう。王さん自称魚一番好きだ。資料見たじゃねえ。急にリアルなの書くな。これも気に入ってるよ。うの山椒魚。うの。こいついいな。こいついいわ。こいついつか何かの形になってほしい。オ山椒魚。多分2026で一番面白いと思ってる。これ超えない？超えないね。超えよう。ここから超えよう。今回はいこちら。はい。今回やっていく企画はこちら。今話題なのかわからないが突然現れた TikTok ショップで画材爆買い。ピース。はい。TikTok でショップがあるんですか？いや、そうなんかね TikTok 開くとショップ出てくるんよ。 TikTok って私のさ知る限り動画を見るとこだと思うんだけど。いやそうなのだけど、なんか突然ショップ出たのよ。でこれなんか結構前から海外だと2年前ぐらいからかな、多分あったと思うんだけど、正式に日本でなんかこう話題になってきたのがなんかね2025年のね後半ぐらいに話題になっててほーんと思ってたんですよ。ほーん。でなんかつらつら眺めてたら、画材売っとるやんけと思って、なんか割と何でも売ってるのよ。へただなんかね UI を見る感じ、うんやっぱなんかあちらのお店感がありましたね。海外のええ、テまあームーとかテムーとかシテムーーインとかあの辺の購入者がちょっと不安になる雰囲気もちょっと同じような空気を醸していた。金額感は金額感はうんそんなに別に安いとも思わない。そうなんだ。なんかさテームーはさ、そうなんかバカ安とかさ確かにシーンとかはまあ安いのもあったけど、って感じなんでちょっととりあえず爆買いしてみました。おかしいよね。とりあえず爆買いってさ、なんか日本語おかしいんだよな。そうなんだけど、人柱って必要よ。こういう役を買ってないと何のためにインフルエンサーやってんのよっていう。まあ確かにねだから別にこれで買っておすすめとかする動画ではなく、一旦人柱になっかっていうタイプ。そうよね、はい、ちょっと俺たちがまずそう、はいということで買ってきました。はい見ていきたいと思います。じゃあまず、いろいろ買いましたが、梱包は海外から来るんで悪かったです。すごい雑な袋にバコーンって入ってて結構ダイナマイトボディだよ。そうこういう袋にズタボロになりながら緩衝材もあまりなくボスッと入ってる。パコッと届いたんで穴開いてるね。穴開いてますね。配送は全然良くない。まず、それはしょうがないね。もうこの海外から来るタイプって大体こうなるから。大体こうなったりはする。旅してる道のりも長いからね。そうまずはこれ黒ペン系だね。黒ペン、デュアルチップブラシペン、これは買ってないね。出落ちすぎる。ちょっと待ってくれ。なんだすべての購入履歴ちょっと待って、お腹痛い。買ってねえっすね。前もあったなこういうこと。ティムか。ティムで人柱になるぜってやった時服届いた。マーカー買ったら服届いた。めちゃめちゃボタンの多い服届いた。幸先はいいな。幸先いいな。幸先いいな。太さ別の黒ペン。次。次。何これ。トレース台だ。爆安トレース台があったんですよ。そう。軽いこれ。これ923円です。めっちゃ安いし軽い。これはありがたいかも。使えるなら。はい。お。いいじゃん。
なんか使えそうではうんあるね。光るね。なんかちょっと適当にトレースしてみたら、これすごい何？昔に書いた絵が昔のね。うんでこれをじゃあはい上から紙をなんか適当に、おおああまあまあまあ、はいはいはい。あ、これは全然使えるいいね。ね。まあ900円で、まあちっちゃいけどトレース代としてはまあうん使えますね。ああま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 あ、全然使えますね。ね、うん使える。さすがにめっちゃ軽いこれ。軽いね、うんめっちゃ軽いこれは全然使えそうだけど、探せばね Amazon にもっと安いのありましたね。あー、A4 サイズで900円のやつもありましたね。あ、そうなんだ最近トレース代安いね。安いね。はい、それでは次。ほら、はいワクワクしちゃって。次これ、あでもこれあれかも。水彩パレットじゃない。そうこれなんかねさやに使ってほしいなと思って買ったんだけどさ、おここさ、ここ爪ついてないの斬新だねこのスタイルの閉じなのにあ確かに爪ついてはいあでもすごくないか。すごおおい。しかも全部ギラギラだ。メタリックやん。ほんと俺こういうのばっか買っちゃう。俺もスじゃんギラギラしてるさメタリックって書いてあるやつね全部買いたくなっちゃう。ギラギラや。これかな。これ98色。これ98色メタリックで2400円ですね。まあ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 、じゃあこれはまあこの後使うとして使うとして。はい2つ、これがネイルアートマーカー。そうなんかねネイルにかけるよっていうやつそんなの買ですったの？ね。これ1659円。つけ爪みたいなやつに書くんだ。そうだね。ね。じゃあなんかこれ関係ないんですけど、うんちょっとこれ買ってみたものの今回では使わずに、これも含めてなんか夏目さんちネイルアートチャレンジって今まで一回もやったことないんで、ちょっとどっかのタイミングでやりたいと思います。そうだねちょっと今回はこれはちょはいっと弾いておきまあました。とりあえずでもちゃんと届いたという。届きましたと。ハードル低いな。あらこれは？これはらない漫画マーカーペンセット913円、もう913円でこの本数入ってればまあちゃんと使えるならいいと思います、だいぶお得。これ使ってみましょう。はい、でそして次あこれ何マーカーか。肌色マーカーこれ肌色マーカーの36本セット。アルコールインクだ。そうだね、アルコールインク系のマーカー、タッチニューっていうブランドなんで全く知らないですね。俺たち。あでも筆ですね。本当だ。先端は筆。おいどんどこ出てくる。スケッチブックだわ。でけでえっ。けえな。これがはい2500円。待って普通に高くない？でもさ2500円なわけないよね。使用2巻って書いてない？使用で2冊セットってことでね。君勝手についてきた。君がスケブの代わりにスケブがガチャで連成された結果マーカーになっちゃったなんでだよ。なんでだよ。なんかスケブだって1個しかないよ。しかもこれさ元でさ5862円が57%オフになって2500円になってるけどこれが何冊ついてくんだいっていう。高くないこれ。すっごいこれやばくない？なんかすごい高い買い物してるよ君。やばいの買っちゃってる。なんかでも紙はね結構一まあ枚一枚確かにすごいしっかりしてる。紙はね、でも多分水彩とかというよりかはクロッキーみたいなのに向いてる紙かも。だとしても高いしなんで1冊それになっちゃったこれになっちゃった。デュアルチップブラッシュペンになっちゃった。海海を越える最中に上空でね、はまあこれがでもこれがこういうちょっと不安定ショップの楽しいところですよ不安定しょ。こんなインフルエンサー以外全く感じない面白みなんだけど、そうこれみんながこうだったら悲しいな。そうね。っていうかなんでこれこんな高いんだ。びっくりした。わかんないあれマーカーこれはこれもスケブだこれもスケッチブねックだね。マーカー用ドローイングブック816円。本来は1冊2552円って書いてあります、ね、なんとそれから 68% オフ、お得ー。もうなんか多分816円ですねこれもともとこちらはいはいはいでも確かに本当だ。違うマーカー用なんかめっちゃなんなんかかツルッツル。めっちゃツルツルなんか変な感じのツルツル感。紙パレットみたいな質感なんだけど。そうこれアルコールインクはもう乗らないと思うんだけど。マーカー用ドローイングブック本当に。じゃあ肌色マーカーこいつね。乗る。乗るけどね。弾いてね。弾いてるわ。僕らの大好きコピックさん。ほらなんかこの感じ。この感じ。このなんかインク一個一個が多分膜となってはいしっかり重なってしまうやつ。マーカー用まあこういうのが好きな人もいるとは思う。でもなんかこのムラ感が出るのが可愛い感はある。そう可愛い感はあるけど多分マーカー用と聞いてこういうのを想像する人は少ないと思う。なんかコピックペーパーみたいなイメージしてたらそうだいぶ違うかも。ケント紙系のそれを想像してこれが来るとってなるかも。そうちょっと違うかも。マーカー用だけどあれなんだね。表紙はゴッホなんだね。確かにね。普通に油絵なんですかね。このねマーカーのこのスキントーンセットみたいなやつなんですけど、これ結構いいですね。いい色がある。マーカー用って言ってるこの紙自体はなんか慣れたら書き心地は面白いかも。どちらかというと違うんだけどユポ紙に近い。そうそれ私言おうと思ってたからさやのセリフにして。嘘
待って待って。あ、湯っぽい。でも湯干しほどあ、じわって遊ばんって感じではあると思う。っていうかあれか、下に敷いてるインクが乾いてないと多分このそうだね、もうじゅわ固めり感が。の方のじゅわり感が出るんだね。そういうことか、うんうん、おもろいな。これなんかね思ったより面白いかも。あね、ごめん、ファーストインプレッションが悪かった。悲壮感強い原さんがかけた。いいね、ロシオに流され気分はアジの群れ。流されてる。流されてる。なんかこれでっかくて筒ね、でっかくて筒何でっかくて筒ってね、これでっかくて好きすぎて滅みたいな。でっかくて筒だわ。色鉛筆じゃない？あ、色鉛筆か、あ、これあれだ、カラーペンシルセット72本入りの1986円。お、すごい見て、なんかなんだこれペンスタンドみたいな、ペンスタンドっていうかペンホルダー。まだ投げ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 。すげえ。長い。面白い。これはこれは嬉しい。でこれでちゃんとここで芯をね保護してくれるんだ。これ1900円は楽しいかも。これいいね。これいっぱい使えるんで。ね、あ、ちょっと待って、ギリギリちゃんと巻かないと止められ。やっぱ旅は過酷だからさ。や後でやろう。でこれが次はテンポラリータトゥーマーカー。おー、なるほど、これは体に書いていいやつだ。あ、でこれがあれね、テンプレートね。723円。ほほまあどっかに書いてみますか。水彩紙50枚入り。これ723円。これお得じゃない？結構使えれば。ケバケバしてるよ。なんかちぎってきたん？あ、でもまあパッと見普通に水彩紙。これ後でさえちゃん使ってみてください。そうしようかな、触ろう。これが、あ、待って、これおあつらえ。あ、水筆だ。水筆と水彩顔料と、これなんかついてきてる。これもついて、すごいよ、全部セットじゃんこれ。何これ？ミニトラベル水彩パレットセット。はい。要はトラベルしながら水彩絵の具をかけます。これ825円、安っ。全部セットで825円だ。わー、すごい。結構安い。なんか水彩絵の具自体もちょっと安そうな感じはあるけど。まあそうね。だいぶ。これはなんだろう。違う。パレットだ。パレットですこれ。ミニパレット。ミニすぎない？すごい。しかもさ、マグネットで。そう。面白いこれ。おもろい。ここに可愛い絵の具出して、こっちでちょっと溶かしてってやるんだ。トラベルパレットだわ。トラベルだ。でこれにクリップして。面白いね。これ楽しいね。絵画用のプレミアム水彩紙50枚1066円。でもなんかこれはプレミアムですね。本当。だってなんかほら、切り口が綺麗だもん。確かにさっきのケバケバ感よりね。次。はい。これがでけえ。なんだこれ。アクリリックペイントマーカーペン。これ私がもう本当に大好きでいろんなとこの買って試しちゃうやつだね。ね。4577円。結構。あ、でも待って、168色。すごいね。すごい入ってるわ。ね。ちょっと今日これ多分僕メインになりそうだ。わあ。こういうタイプね。でこれで168色ね。すげえある。すげえ。やば。めっちゃある。これ楽しいわ。すごい3段あるよ。こういうね、使い切っちゃっていい系のこううんいうの雑にね、その辺の紙色書きするのが大好きなんですよ。あ、そうね。アクリリックマーカーペン。これはいい買い物かも。で最後はこれアクリル絵の具セット24色。待って、紙も入って、紙アクリルパッド。これ何？キャンバスも入って、キャンバスボード、イーゼルも入って、パレット、筆、スポンジ、ナイフ、ハケでアクリル絵の具。すごい全部入ってる。これ全部セットで3178円。これ安いかも。これはちょっと安いかもな。これ爆安な気がする。元値1万円からなんかオフしてるけど、オフしすぎだろ。7000円オフ。これ結構安いですね。これすごいね。すごいね。じゃあ今日僕このアクリルセットのこの系とさ、このマーカー系は僕が請け負って担当しますから。じゃあさや、この筒と水彩系と紙系をさやさん担当しようかな。で一つ言うのであれば、やっぱりこれ頼んでねえわ。何度見ても注文には入ってないし、やっぱりこいつ一冊しかなかった。多分だからこれが一冊になっちゃった代わりに、ごめん一冊しかなかったからついでにかけるもん入れときますねでうやむやにした。これ優しさだったかもしれん。もしかしたらじゃないと思うけど。これ2500円。やめてって。やばこれ2000円。まあちょっとやってみましょう。いや、ちょっと面白いな。じゃあ始めてまいりますか。ちょっと TikTok ショップでね買った画材で
ほんのりお絵描きやっていきたいと思います。いきます。私普通に紙のテストなんだけど。まあね、ほぼまずそこからだよね、うん僕はもうこのキャンバスボードみたいなねやつを使って今日は描いていこうかなという感じで、さやさんまずこのなんかそっちで行くでっかいのじゃなくて、最初こっちであ何個もやんだ。ウォーミングアップ。あすごいね。なんかさこうやって2人で並んでお絵描きするのなんか久しぶりじゃない？それは多分2025年のですね、うん12月うん12月マジで撮ってないからだと思います。ああそうか。 12月本当にいろいろあって収録してる時間がみじんもなかったんですよ。収録してる時間がな時間ってかったいうか体調というかそう私肺炎になるわ、さやさん喉痛めるわで、そうそうそうなんか阿鼻教官だったんですよね。なんもうか大変だったんだから12月すごかったよね12月。でもね今年はねとてもいい発見もありました。はい、お素晴らしい。何ですか？セブンイレブンのねスモークターキーレッグがマジでうまかった。あと今年はとか言わないで、もうこれ2026年の動画なんで。あごめん俺過去に生きててさ、そうそう。あとパラちゃんがはいアンパンマン以外にも興味を持ち始めました。でもそれはそうね。ただママが一つとても疑問に思っているのは、はいパラちゃんねネットフリックスにある、マイメロディークロミっていうアニメ。ストップモーションアニメね。あれ素晴らしい。すごい可愛い。そうちょっとねダークな感じでもあって、だいぶ大人向けなんだろうなと思ってるアニメがあるんだけど、それをねすごいね可愛いね可愛いねって見てるんだけど、決まってパラちゃんが可愛いねっていう場所がエンドロールなの。確かに言うわ。言ってるね。エンドロールに入った瞬間に可愛いねって一番大きな声で言うの。そう一番刺さってんだ。やっぱクリエイターの皆さん可愛いんだ。一番可愛いんだと思う。ありがたみを感じてるのかな。作ってくれてありがとうって。可愛いって。2歳が物作れて可愛いね偉いねってどんな視点やねん。2歳やぞというわけで、はい、じゃじゃん赤ずきんちゃんでございます。赤ずきんちゃん。はいまあ2026年なのでね、赤ずきんちゃんということで、これ馬ですね。なのでこれ馬耳なので何を言ってんださっきからずっとよしじゃあ何で色塗ろう。これすごいな。このたくさんのさこのミリペンみたいなやつすげえあるよ。ミリペンズ。ミリペンズすごいんだけど。よしこのキャワキャワパレットでやるわ。いいね。見てサイズこの感じで手のひ使うんだらサイズ。結局ね。そうでこのキャワキャワパレットでいくよ私は。偉いよ。そして一緒についていたこちらの水筆、はい、使っていこうと思います。いいちゃんと全部使っていくスタイルね。ちゃんと全部使っていくよ。ちなみに僕も全部それでいきます今回。なんかさ私高校生の時にさ、すっごい水筆使ってたんだよな。なんで？わかんない多分手に入れて嬉しかったんだと思う。まあでもなんか面白いアイテムではあるよね。そうそうそうでしかも学校の部室に私美術部だったんだけど、水彩色鉛筆があったの。でそれを私は水彩絵の具ではなく、これを選んでしまうんですねみたいな思考で水彩絵の具を使っていた気がする。そういうねちょっと横島な理由で使ってたんだ。そう私はちょっと違うんですよみたいな、自意識が肥大化した、肥大化してる尊大な俺がいた。まあねまだめっちゃよくないそれ。そうで全然左右いいじゃん。めっちゃいい感じだよ。さすがさやさんありがぴね。使いこなしちゃうんですね。何でも俺ちげえからよ。そうなんだ、後で恥ずかしくなるやつ。恥ずかしい。俺もう嫌でしょ。尊大な羞恥心なんだっけ、臆病な自尊心、尊大な羞恥心このチャンネルたびたび理長出てくる三月期っていう作品はやっぱ素晴らしいなって大人になるとやっぱ思うよね。あの時よく分かってなかったよね。あの時よく分かってなかったしさ、なんで虎になっちゃったのとか思ってたもん。そうなんなら虎になっちゃったのはよく分からないけど、なんならあれでオリキャラ作ってたしな。それはまあ良かったんじゃないですかまあここで文学の教養を深めたところで深まんねんだよな。毎回三月期だずっと三月期の引き出ししか開けてない。開けてない。違うの、さやさんさ本読もうと思って、ちゃんと活字を読める大人になりたいって30いくつになって思ったわけ、だからねレンさんの Kindle の中に入ってた結構入れてるよね。そう人間失格から読み始めようと思ってすごいド定番から言ってる。そうでもその時なんかすごい気持ちが落ち気味の時で、今じゃねえだろってなってそうゲンさんに、なんでそんなにめっちゃ落ち込んでる時にこんな暗いやつ読んでんのって。そう意味わかんない。さなんかメンタルやってる時に今読むな絶対って絶対今じゃないそれはってなって止めちゃったよね。止められた。さやのそのせっかくの読書チャンスを止めたよさすがに。でもね人間失格が弱ってる時に読むもんじゃないからあれ別にあれ元気な時に読んだってちょっと疲れるんだもん今から教養を深めたい。そうおすすめの活字よかったら教えてください。小説ね。そうそうミステリーが好きです。ミステリーだったら僕はもういくらでもおすすめできるんで。でもやだゲンさんの手垢のついたミステリーは嫌。なんで大体つけてるよじゃあゲンさんの既読歴があるやつは嫌。そういうことね。そうそうじゃあ俺の Kindle から読むなそれはそう本当に可愛いよ赤ずきんちゃん。めっちゃ可愛い。いい顔してる。めっちゃいい感じでしょ。全然楽しくお絵描きしてますよ。全然大丈夫。じゃあこの
アクリルペン。あ、出た。そのなんだ120色セットみたいなやつ、168色。あ、いい好きだねやっぱこれ。私やっぱ大好きです、このアクリルペン。どこにでも乗るペン。そう、どこにでも乗るペンね、ほんと。それは何ですか？テーマは人類の喜びと悲しみ、そして自由への渇望について。もう一押し行ってみようか。誰と何の話してんの？心の中の玄ちゃん。だって玄さん最近さ、さやと全然喋ってくれない。ずっと喋ってるじゃん。全然喋ってくれないんだよ。ずっと喋ってる。びっくりするぐらい喋ってるよ、2人で。だってさ、会うたびにさ、ね、宿どうする宿どうする喋ってんじゃねえか。旅行を楽しみにしてんじゃねえか、夫は。聞いてやれよ、夫の話を。宿決めたがってる夫の。それしか言わんだろ、そりゃ。旅行行きたいよ。言ってたよ、確かに。そう。俺も年末旅行に行きたいのに宿が決まってないことで不安だったんだよ。イエーイ、できためっちゃいい、かわいい。全然いけてるね。絵の具も髪も。あ、そうそう、絵の具も。髪がなんかモヤモヤしてていいな。あ、そう、なんかね、このモヤモヤしてていいってなんかポコポコ感っていうの、髪のね表面が少しポコってなってて、質感が出やすくて、なんかアナログの良さめちゃ出てる。ただちょっとこれを一回乾かさないと何にもできんので、これを一回乾かしに出しつつ、次プレミアム水彩紙。どれくらいプレミアムなのかにゃ。厳しいね。さあ、ということで完成まで書いていきましょう。にょにょー確かにキモいわ。2026年はこのキャラでいこうかな。はいはいはい、許される？よキャラ許されないだろそれは。はい、ということで、もうゴリゴリ書いてってるんですけど、もうなんかごめんなさい、これはもうどこのショップで買ってもあんまり変わらない。もうこのアクリリックインクならではのこのどんどん上から重ねていって書いていく、この元の設計など何も作らんっていう。でもタイムラプスで見ると面白いね、こういうのってね。なんか印象が全然違うじゃん。下の絵なんかどんどん消していくからね。だってもうほら生まれたもん、線画にない部分生まれたもん。でそれで上にペン入れをしてってね、だんだん調整していって、ちょっとアクリル絵の具を最後にもう原液のまま使おうと思って、原液というかもうチューブごといきました。だからせっかくね今回ついてきてるからね。そう、最近これで入れたんだけど、いや違うなってなって、あるじゃねえか、いくらでも使っていいアクリル絵の具。でこれなんで全然乗らなかったですね。色鉛筆は全然乗らなかった。あれこれだ。はい、これです。これチューブゴーンしてる。チューブグリグリグリってやつ。もうこれで終わってもいいと思える絵の具だからできる。確かにこれなんかさ、いい絵の具でちょっと気合い入れてたらさ、ちょっともったいないなって思っちゃう時あるじゃん、こういうのって。でもなんかこれ勇気いる。そしてプレミアムだにょ、いきます。はい、これなんでかケーキの絵描いてるの？多分クリスマス近辺だったから。クリスマスだったからかな。近辺だったせいで。なんかこうでも普段描かないちょっとこうテーマ、魔法使いではあるんだけど、なんかこうちょっとこう女の子のキャワキャワな感じの女の子描きたかったけど、なんかこれも先ほど一番最初に紹介したギラギラな絵の具。そう、僕がさやに使ってほしいと思って。これマジで良かったよねこれ。これすごいよ。本当に良かったよね。キランキラン。なんか乾いたからペン入れをした。乾いたから帰ってきた。色鉛筆でペン入れをして。そう、これね、この絵可愛いな。横線っていうのにこれアップで見ると分かるんだけど、横にこうエンボスが入ってるっていうか、ちょっと後でそこを見てほしい。うわ、紙の質感萌えってなるから。キモいね、ごめん。尿よりキモかったわ今。でもね、今回のさやのこのケーキちゃん、そう、ゲンさんがすごく褒めてくれて、マジでこの後のゲンさんも多分同じこと言うと思うんだけど、この最近さやが描いてる絵の中で一番顔が好きって言うとさやは悲しむのかもしれんけど、あれがピッ、さやが30時間描いたこの顔より好きって言ったら悲しむ気がするんだけど、でも本当にそれぐらいこの子ね、いい顔してる。でもね、太眉こまり眉はね、可愛いよ。可愛いよ。そう、私はそれが好きだから描いたよ。そうだからね、やっぱね、これはやっぱ逆になっちゃうんですかね、欲求は。そういう。さやが僕に男を描けというように、僕はさやに女の子を描け、困ってるっていう、そういう気持ちですね。そういうね。で、さやさんもアクリルクリックをゲンさんから一本奪い。なんかその2026年気づいちゃったね。逆を書くべきなんだ、お互いを喜ばすためには。でもお互い書かねえんだ。書かねえんだ。あんまり絶対書かねえんだ。はい、ということで終わりました。2つも書いちゃった。いいね。TikTok ショップで爆買いした画材で描いたイラスト、こちらです。せーの、ドン。じゃじゃーん。いや別にまあ全然画材自体は問題なく、とても問題なく普通に楽しくお絵描きができましたという感じですね。かなり僕は完全にアクリル系によりました。このマーカーとアクリル絵の具と
あとこれですね、このミリペンみたいなやつね。あれはおまけできたペンは使うんだだって買ってないんだもん。謝罪ペン。そう意識外にあるんだ、あいつだけ買った記憶ないからあいつは使わなかったんですけど、こんな感じで、はい、まあなんか本当に僕がアナログで書くときは基本的には意識は落書きなので、はい、何の考えもなしにひたすらぐりぐりやっていった結果、生まれたのがこちらですみたいな絵ですね。かっこいい。多分最初の方を見てた人からすると最初の色何も残ってないやんみたいな感じにはなってると思うんですけど、まあいつものことですね。まあいつものことです。最近僕デジタルでもこの書き方してて、そう本当に1枚をゴリゴリ潰しながらもうその都度色を変えてやっていくっていうデジタルでやってるやり方を今回アナログでもやったって感じなんで、これがやっぱりね上から乗るから何度でも塗っていける。いや、そうアクリリックペンはねマジでこう絵の具と違って気楽にそれができるからいいよね。めっちゃ楽しかったです。しかも色数やばいし、すごい楽しかった。ただなんかね発色がいいやつというよりはちょっと渋い色が多かった。でもそれはそうかも。だからちょっとなんか全体的に沈んだ感じの色味になってるので、あとちょっと上からさ乾く前に塗ったりして濁ったりもしてるんだけど、でそれの代わりに上からアクリル絵の具をこのチューブのままグイってやって一番原色に近い色をのせて、なんか使い方がゴリラいい感じにほらでもここだけちょっとさやっぱ目立った色になるじゃないですか。しかもね液体感出てる、そうだからそのままいってる感じです。このまま乾いてくるっていう、しばらく触れないです。怖いです、すごく本当に怖いです。せやの今回めっちゃいいな。いやね、なんかさ髪もめっちゃ良くないか。いやでも思ったのは髪はこっちがなんだっけ、この水彩紙なんかプレミアムみたいなやつ、なんかギラギラしてる。そうやっぱそうメタリック使ったんですね。いやそうなの。このっていうかなんかもうこんなに色数あるからなんか意味わかんないんだけど、キラキラ絵の具で影を入れるっていう。すごいね。そうすげえ。これ楽しい。結構濃いめに溶かして上に塗ると膜みたいな感じでこうギラッとしてくれるの。これがなんか風合いがすごく良くてですね、すごいもう本当に全部にこれ使ったなんか普通だったらさなんか暗めの色とかは普通の絵の具使ったりとかするんだけど、暗い色までさ入ってるじゃん。ほら、いやそう不思議だよね。そうこれかなりさいい買い物だったじゃん。これかなりいい買い物。かなりいいよね。しかも使いやすいしね。こうなってる固形パレットだし。そうこれ原画で見てめっちゃおもろい絵になったと思う。いやすごい。そういいめっちゃ可愛いな。やっぱねさやね気弱な女の子がいいですね。気弱好み入ってる。そうこっちも可愛いけどこの子よりやっぱこういうちょっと困った気弱な子をさやには一生描き続けてほしい。これはなんかこう可愛いめっちゃケーキの女の子みたいな。ここのさすごくいいね。パールみたいな色がここのクリーム帽子みたいなのにすごくマッチしていい。なんか今までのさやの絵のカラーリングじゃない感じがしていいな。いやそうなの。楽しい。これすごく良かった。これ最近のさやの絵の中でもかなり好きな方。ありがとう。じゃあ5億円で売るわ。錬金術よ。でもう一個こっちね。これはいいね。これはもうなんかいつものさやの水彩塗りって感じがする。そうでこれは待って。いいこのちっちゃいパレット。ベリちっちゃむちゃ可愛い。そうこのパレットで描きました。これとトラベルセットについてたこの筆もこれだけ使って描きまして、で粗めに入ってたこのぶつ切り紙。ぶつ切り紙。これ結構個人的に良くて。なんかいい感じのさ水彩感だね。結構描いてて楽しいのは実はこっちの紙だった気がする。じゃあこれのでかいのがあったらもっと楽しかった。そうほらなんか鉛筆のさなんかこのボコボコ感っていうの、そう素材感出るのは好きなんですよねやっぱ。だけどこのキラキラ系でいくんだったらこっちの紙の方が相性が良かったなって思うから、ちょうど良かった。そう組み合わせ的には良かったかなっていう。でここの辺にゲンさんも使ったアクリリックインクを使ったので結構何でも使ったかも。シャーペンだけは自前ですけどそれ以外は全部買ったやつかな。あと色鉛筆だ。そうこのでかすぎて筒の色鉛筆、これはもうすごい色数多くて乗りやすくて良かったです。ちょっと僕が乗せようと思ったら全く乗らなかったです。さすがに素材がね。ということで今回TikTok ショップで買った画材でやってみたんですけど、画材自体はもう本当に特に何の問題もなく、なんていうかこう B 級品みたいな感じもなく、なんか値段相応ではあった。がね。ほらスケッチブックはこっちを見ているよ。本当にやめて。これ2500円使ってないしね今回。しかも今回使ってない。たけもうこれもうパラちゃんにいっぱい使ってもらおうね。使ってもらおう。まあ自分たちでも使うけど落書きとして。であと買ってねえやつね。買ってねえペンね。謝罪ペン。まあでもまあこれは普通に黒なんでこの謝罪ペンはまあ使えるでしょう。まあどっかで使えるでしょう。普通に。てなわけでTikTok ショップ届くのはちょっと時間かかった。やっぱ海外からだからなんか1週間以上かかったかな。ものによるとは思うけど。でかつまあ値段もそんなに高くはなくて安いもんは安いって感じだけど、なんか極端に安いっていう感じはないイメージかな。ただね違うの。なんか中国系のサイト特有のバ
爆裂値引きキャンペーンみたいなのが実際だって、うん今回だって 67% オフとか違うんですよ。買うと時に7000円オフになったのこれ、今回どういうことなんか全部買っていくら以上買ったらうんもう7000円オフですみたいなやつがボンって出てギュンって下がってるから結論ちょっとだいぶ安くなってる。どういう算数なのよくわかんないんだけど今回これのさっきの合計金額が7000円オフで買えてたわからはいそういうのはあるけどただうんうんやっぱりちょっとガチャ要素があるし、うんお世辞にも綺麗には届かないので、うん綺麗なもの買いたい人には向かないかも、あそうだね、全然それはそうかも、なんかこういうガチャ要素を楽しみたい人だったら、そうだと品質の保証がやっぱり買うまでわからんっていうのがうんうんうん正直あるので、はいまあギャンブルではありますが、まあ、とりあえず問題なくは使えましたよと。はいまあ何でもそうですね、どこで買うにしてもネットショッピングがギャンブルではあるんですけど、うんそうだねはい、そんな感じでした。はい今回のでも MVP はこいつだよ。いや一発目からさ一発目が使われてもないのこれなんかで使おう本当に。使おう、んでも待って全部点数は合ってるのやっぱり、いや点数は合っちゃってたんだよね。あじゃあプラス1で来てるってこと？いやちゃうよ。いやスケブが足りてないんだからスケブが2500円でなぜか足りてないのえでも足りてない分をスケブのあ代わりに多そういうこと分届いちゃってるか、うん本当に間違ってるか。確かによく見たらスケッチブックに見えてきたな、ほらめくれるしまあ大体めくれるし、いや楽しかった。楽しかった、またなんか別のショップで、夏目さん家に人柱になってほしいショップがあったら皆さん教えてくださいあとさやさんにおすすめの活字の本もおすすめしてくださいね、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。